現代人の女性に多い隠れ反り腰、ご存知ですか？立ちっぱなしだとなんか腰が反って痛い。ペタンコ靴よりヒールやちょっとかかとがある靴の方が楽。腹筋やデッドバグやってもお腹よりも腰が痛い。一つでまとまった方は日常生活で腰ばっか縮めて腹筋をうまく使えてない証です。隠れ反り腰ってこんなイメージです。当てはまったズボラな方大丈夫です。安心してください。1回で変化実感できます。最後に隠れ反り腰に効く裏技プランク入ってます。うつ伏せでスマホは顔の前に置いて隠れ反り腰チェックです。肘を肩の下についてプランクします。この時お腹やお尻にしっかり力が入ってる感覚あれば OK です。腰が反ってしまったり腰に力が入ってる方は NG です。ストレッチ後にはしっかりお腹とお尻に力が入るようになってますから楽しみにしてください。ではうつ伏せのままかかとをお尻に近づけるようにパタパタ動かしていきましょう。ゆっくりです。かかとをお尻になるべく近づけてください。イメージは手でこうやって裏ももとお尻の境目あたり触って、あ、ここの筋肉動いてるな、使ってるなって感覚あると最高です。スピード勝負ではないです。呼吸止めないようにしっかり裏ももお尻の境目こうやって意識しながらやっていきましょう。ゆっくりでいいですよ。で、かかとがお尻につかなくても OK です。やっていくうちにね、ちょっとずつ近づいていきますので、一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。OK。そしたら、膝同士つけておきます。で、この状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう？お尻の穴をギュッと締めるイメージ、わかりますか？わからない方はこうやってお尻を手で触りながらやると、お尻がね、力入ってる感じあると思います。お尻の穴締める、緩める、締める、緩める。ちゃんとお尻の穴締めれてると、内もものね、付け根のあたりまで筋肉をね、ギュッと使う感覚が出てくるんじゃないかなと思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、次、両手を耳の横につきます。耳の横について、ぐっと上半身反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が痛いよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる。これでも OK です。腰が痛いままね、無理しちゃってもいいことないので、痛くない範囲で腹筋が伸びてればそれで OK です。ちょっとね、いまいち伸びないよって方は、顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。枕ある方は枕入れた方が楽だと思います。よし、上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。そしたら、こう膝曲げた状態から片足ずつ前ももをお腹に近づけるように上げていきます。呼吸止めないようにしましょう。目的は普段上げないところまで足をしっかり高く上げること。スピードは全然重要ではないです。呼吸止めないようにしましょう。で、しっかり前ももお腹近づけると、ちょっとね、下っ腹のあたり使ってる感覚とかあると最高です。呼吸はね、止めないで。で、きつかったらどんどんサボっていいですからね。OK。そしたら、右足を大きく回していきます。内から外にご自身から見て反時計回りですね。大きく回しましょう。これ目的早く回すことじゃないです。普段動かさない範囲で大きく回すことです。呼吸は止めないようにして、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲でゆっくり大きく反時計回り。ご自身から見て反時計回りです。呼吸を止めないで、大きく回して、よし、OK。ついてきてますか？左足次同じようにいきます。内から外に回します。こっちはご自身から見て時計回りですね。大きく回すことが目的。こっちもゴリゴリなる方、痛みがあれば痛みない範囲で回しましょう。痛みがない方は大きく回す。で、どうしてもね、この股関節付け根、ゴリゴリなるのが気になるよーって方は、一応その股関節ゴリゴリなる方専用の動画あるので概要欄貼っておきます。もしね、気になる方は見てみてください。呼吸止められるようにしましょう。きついな。もしついていけなかったらね、YouTube 再生速度変えれるので、再生速度やりやすいように調整しながらやってみてください。OK。そしたら次、膝、こんな感じで曲げたまま、
外に開く、しっかり閉じ切る。外に開く、閉じ切る。OK。これもスピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり開き切る。内ももを使って閉じ切る。開き切る。閉じ切る。スピードは全く必要ないです。しっかり開き切る。閉じ切る。呼吸は止めない。内もも使う感覚ありますか？閉じるときに。ない方はね、こういった空いてる手で触ると、あ、内もも硬くなってるなって感じがあると思います。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら、こんな感じで膝曲げたままですね、膝同士つけて、お尻を持ち上げます。ぎゅっと。裏もも、お尻、触って、硬くなってる、力入ってるなって感じあれば OK です。頑張って頑張って。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。空いてる手でね、裏もも、お尻触って意識するといいと思います。でどうしてもお尻上がんないよって人は、裏技、ちょっとね、肘を使ってずるしたり、手を使ってずるしても OK です。もうずるしながらでもね、乾燥した方がよっぽどね、価値あります。OK。じゃあ次、休憩ストレッチいきます。左足を右、こっちにねじります。左膝床につけて、左肩なるべく床に近づける。お尻、腰、背中伸びる感覚あれば OK です。これあくまで休憩ストレッチなので、腰、お尻、背中気持ちよく伸びてれば OK です。膝つけたまま無理に左肩を床につけようとするとギューってね、筋トレみたいになっちゃうんで、別に筋トレしなくていいです。マッチョになりたいとかね、なんかスポーツのパフォーマンス上げたいって人はまあ筋トレしたらいいと思うんですけど、なかなかね、ズボラの方でそういう方いないと思うので、ゆるくやりましょうと。OK。逆行きましょう。これで右足を左に持っていきます。右膝床につけて、右肩なるべく床に近づけます。伸びますか？腰、お尻、背中。気持ちよく伸びてればいいです。呼吸止めないようにしましょう。どうでもいいんですけど、この T シャツ知ってます？おっさんって。日産じゃなくておっさんです。失礼しました。どうでもいいですね。はい。じゃあこの次からね、右向きで横向きになるんで、スマホを持って右向きになりますからね。呼吸は止めないで。OK。じゃあスマホ持って右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、こんな感じで90度に曲げておくと良いと思います。で、膝同士離す。膝同士離す。このお尻の横の筋肉、使う感覚があれば OK です。こうやって手で触るとね、あ、動いてるな、使ってるなって感覚がわかるんじゃないかなと思います。頑張って頑張って。これ NG パターンは、こうやって後ろに体が倒れちゃうことです。上半身は固定しておく。膝だけ離すイメージ。膝だけ離す。スピードは全く重要ではないです。ラスト1回一緒に開きましょう。グッ、OK。そしたら、次、右足をこんな感じで前に出します。それで左足、真上に上げる。お尻の横、ここ、使う感覚があれば、OK。外もも、前もも、多少力入ってもいいです。お尻の横、ここが使えてればいいです。きつい。頑張って。呼吸だけ止めないで。この下のね、右足をこうやって前に出しておくことで、体がね、倒れづらくなります。逆に、右足こうやって伸ばしたままやるとね、すごい体がこうやってブレちゃうので、前にね、出しておいた方が、個人的にはおすすめです。上げる。ラスト1回。OK。そしたら右足は前に出したまま、左手で左足首を掴みます。左の前もものストレッチです。伸びますか？いまいち伸びない方は、ちょっとね、左足を後ろにグッと引くと伸びてくるんじゃないかなと思います。で、足をね、後ろに引いても腰がこうやって反っちゃうとダメなので、わざとね、腰は丸めながら、足を後ろに引く。猫背にしながら、左足を後ろへってすると、左の前ももが伸びると思います。っていう今ちょっと難しい解説したんですけど、結論、左の前もも伸びてれば、それで OK です。OK。そしたら、左足を上げて、しっかりつま先真上向ける。戻す。つま先真上向ける。戻す。
これ股関節を外にねじりたいので、体が後ろにこうやって倒れたと NG ですからね。上半身は固定したまま、つま先だけ真上向ける。きつい。お尻の横、ここです。使ってる感覚あれば OK。全然スピードいらないですからね。ゆっくりでいいから、つま先真上向ける。上半身固定して、つま先だけ真上向ける。外もも、前もも多少使ってもいいですが、お尻の横、ここ一番使いたいです。きついな。あと少し。きつかったらサボりサボりやったり、再生速度調整してくださいね。OK。そしたら、足はこんな感じで楽にして、左手をこう左肩に添えて、大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲まで大きく肩を回しましょう。結構肩がね、バキバキ鳴るって方いるんですが、股関節と同じで痛みがなければゆっくり大きく回していいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いんじゃないかなと思います。ゆっくり大きくです。後ろ回ししてます。で、呼吸は止めないようにしましょう。で、この次から逆向きやりますので、スマホを持って寝返りを打ちましょう。ラスト1回回します。OK。スマホ持って寝返り打ちましょう。で、左向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身後ろに倒れたら NG ですよ。上半身固定して、膝同士離す。これスピード全くいらないですからね。お尻の横を使う練習なので。これね、この間も言ったんですけど、短距離走を速く走りたいとかね、なんかね、スタートラッシュ良くしたいとかなと、まあスピード意識した方がいいんですけど、まあそういう方多分ね、見てないと思うので、スピード全くいらないです。OK。これで左足前に出して、右足を真上に上げる。お尻の横、ここ使って真上に上げる。ゆっくりですよ。きついな。どうでしょう、お尻の横使う感覚ありますか？もしきつかったらね、こうやって上げてこの状態でキープでもね、お尻の横使うんでいいと思います。で、僕個人的なね、ちょっと裏技じゃないんですけど、各種目の最後の10秒サボるっていうのがね、こうズボラにね、ゆるく習慣化するコツじゃないかなと個人的には思ってます。呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。きついな。ラスト1回。あーし、オッケー。これで右手で右足首掴みます。こんな感じ。右の前もものストレッチです。腰が反らないようにしながら、右足を後ろに引くと、より前もも伸びてきます。わざとね、こうやって猫背作って、足は後ろに引く。こうするとね、めちゃめちゃ伸びます。まだ物足りないって方はね、つま先の方を持ってやるとさらに伸びます。呼吸止めないようにしましょう。これ膝、肩、腰、痛い方は無理しないでください。呼吸止めないで。よし、OK。そしたら、次は、右足持ち上げて、つま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。股関節外ねじりが目的です。お尻の横、ここ使います。さっきもお伝えしましたが、上半身をこうやって動かしちゃうと NG です。上半身固定して、股関節から先だけ動かす。つま先真上向ける。これね、難しいですよね。よくね、どうしたらできますかって聞かれるんですけど、自転車、子供って乗れないじゃないですか、ちっちゃい子って。自転車どうしたら乗れますかって言ったらもう練習するしかないじゃないですか。それと同じで、体の使い方を覚えるためなので、もう練習する以外ないですね。OK。そしたら次、足はこんな感じで楽にして、右手を右肩に添えて、大きく、後ろ回ししましょう。これ目的は普段動かさない範囲で動かすこと。呼吸は止めないようにしましょう。肩バキバキなる方、痛みない範囲で回してください。まあバキバキなってもね、痛みがないんであれば特に気にせずやっていいです。呼吸止めないようにゆっくり大きくスピード勝負じゃないですからね。で、この次の種目からね、一回四つん這いになります。四つん這いになりますよ。呼吸止めないで。スマホ持って四つん這いになりますからね。OK。四つん這いになりましょう。スマホはね、顔の前に置いておくといいと思います。こんな感じで四つん這いになって、つま先は立てておく。で、手と
足は肩幅ぐらいに開いて、ぐっとお尻を後ろに引く。お尻を後ろに引く。かかととね、お尻がつくぐらいまで下がったら理想ですね。で、この時猫背になっちゃうと全然ダメなので、ちょっとね、腰を反らせるぐらいにして、ここの隙間をね、こうやってなくすイメージ。手をここに挟んで、ギュッとこの手をね、潰すイメージ。わかりますかね？股関節から曲げる。腰はちょっと反らしておいて、股関節から曲げる。よっしゃー、オッケー。そしたら次は、うつ伏せに寝ちゃいましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、うつ伏せに寝たら、左足をこんな感じで上げます。裏もも、お尻使って、左足をちょっと浮かせる。もちろんなるべく高く上げた方がいいんですが、高く上げるとね、腰反って痛くなったりしちゃうので、裏もも、お尻使う感覚があれば、これぐらいちょっと上がってるだけでも十分 OK です。このね、内もも隙間作るとか、美尻にはね、この裏もも、お尻の筋肉を使えるようになるってことがめちゃめちゃ重要です。ゆっくりいいので、裏もも、お尻意識しながらやっていきましょう。OK。次反対右足いきますよ。こんな感じで上げる。裏もも、お尻、こうやって触って、硬くなってれば OK。腰痛い人は絶対無理しないでください。呼吸止めないで。こうね、腰反っちゃうと良くないから、上半身もべちゃっとね、寝かしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。裏ももを意識しながら、ゆっくりでいいですよ。頑張って意識して。きついな。きつかったらね、サボって OK です。呼吸だけ止めないで。裏もも、お尻意識しながらゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですからね。OK。そしたら、もう一回腹筋伸ばします。両手を耳の横ついて、ぐっと腹筋を伸ばす。腰が反って痛い方はね、痛くない範囲でいいですからね。頑張れる方はちょっと顎持ち上げるとより腹筋が伸びます。腰がきつい方はこうやって肘ついて、ちょっと顎持ち上げる。これでも OK。腹筋が伸びてれば結論それで OK です。結構ね、この腹筋のストレッチをしない方がすごい多くて、腹筋ってね、基本的に筋力も必要なんですけど、絶対柔軟性必要です。もう柔軟性がない腹筋だとね、くびれって僕絶対できないと思ってます。だからね、こうやって腹筋のストレッチは、なるべくどの動画にも入れるようにしております。OK。肘を肩の真下について、膝をついたままお腹を持ち上げます。わざと猫背を作ります。腰を丸めます。つま先はついてもつかなくてもどっちもいいです。この状態でお尻を左右に振っていきます。しっかりお腹使ってる感覚ありますか？しっかり腰丸めて、腹筋力入れて、頑張って、呼吸止めないで。しっかりお腹力入れて、頑張って、腰丸めて、きつかったらちょっと肘をね、手前の方、つくとだいぶ楽になります。頑張れ。きつい。ラスト1回。よし、OK。そしたらもう一度プランクいきますよ。肩の真下に肘ついて、今度は膝をつかずにお腹持ち上げます。この状態で30秒キープです。どうでしょう、最初に比べて、お腹とお尻に力入りやすい感覚ありますか？どうしても腰が反っちゃうよって方はね、ちょっとわざとお尻持ち上げてもいいので、腰をわざと丸めてみると良いと思います。もうね、この最後まで完走した方、ここまで頑張った時点でもう全然ズボラじゃない。素晴らしいです。あと、Twitter、Insta、TikTok、Pinterest もね、毎日更新してますので、ぜひ概要欄からフォローしていただければと思います。OK です。お疲れ様です。よく頑張りました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。